こんにちは、いくです。今回はずっとリクエストをいただいていたファッションの紹介動画になります。私の好みとしてはモノトーン系の韓国ファッションがすごく好きで、身長は156センチぐらいで、多分骨格は自称ウェーブなので上がタイトで下はちょっと裾広がりブカブカめな感じでバランスを取るスタイルが好きです。丈は基本的に短めのものが多くなってます。あとよくつけてるジュエリーとかバッグとかもご紹介しようと思っておりますので、ぜひ最後までご覧ください。まず最初はいろんなところでご質問いただいたこちらのモコモコのアウターです。ほぼ無審査っていう韓国のオンラインショップでお買い物するんですけど、こちらは ZOZO タウンのセレクトショップで買いました。ファーのコートにしてはかなりお手頃なお値段で、丈もそんなに長くないのでバランスよく着ることができます。襟立ててマフラーなしで着ることもできます。中地がお値段相応な感じなんですけど、こうやって前締めて着るので問題なく可愛いです。次、こちらのレザージャケットです。無審査で購入したんですけど、韓国のプレイススタジオっていうブランドになります。これもね、丈感がクロップ丈な感じでちょっとゆるっとしてる感じ。ほんと何にでも合わせやすいし、中甘めにしてここでちょっと締めるっていう着方も可愛いし、中をカジュアルなパーカーとか着ても可愛いし、とっても使い勝手がいいのでよく着てます。中に着てるレースのワンピースはアンっていうブランドのもので、ウォルターネックになってて1枚で着るのは私には甘すぎるかなっていう感じなので、レザーとかと合わせてバランスをとって着てます。最近さ、このレースとかランジェリーみたいなやつもトレンドになっているので、私はこんな感じで取り入れるのが好きです。丈感もすごく良くて、私この引きずるんじゃないかっていうギリギリのラインくらいで着るのが可愛いなと思って探してたので、長さがちょうどよくって可愛いです。腰回りにレイヤードするのも流行ってるので、こんな感じで着ても可愛いと思います。で、こういう首元がしっかり開いてる系の服を着るときは首元に絶対アクセサリーをつけるようにしてて、ここで余白を埋めつつ視線を上に上げる感じで組み合わせてます。こちらもいろんなところでご質問いただいたんですけど、韓国のルルっていうところのアクセサリーで、ほらここなんもないとちょっと寂しくない？先にシルバーのパーツがついてて、留め具はこんな感じになってます。胸元につける黒いアクセが欲しくて買ったネックレスで、シルバーのネックレスも大好きなんですけど、この余白を埋める時にシルバーじゃなくてここに黒持っていきたいなっていう日があって、そういう日にすっごく活躍してくれます。フリーズのフォローのトップスです。これめっちゃ可愛くて、さっき言ったみたいなここのトレンドのレースが入ってるんですけど、重ね着風に見えるデザインで、これもくっついてるのでこれ1枚で着てこういう感じになります。韓国系のお洋服ってピタッとしたデザインのものが豊富な気がしてて、ここのブランドのお洋服もかなり上ピタめなので、ピタめの方が盛れる方におすすめのトップスです。手の甲まで隠れるような長いデザインで親指が出る穴が開いてます。ここがこう U の字になってサイドちょっと高くなってる感じなので、ウエストが上目に見えてスタイルアップして見えるデザインです。めっちゃ可愛い。私が死ぬほどよく着ているオフっていうブランドのトップスになります。ちょっと透け感があって腕もちょっと長めで、なんかセンシュアルな感じというか、1枚で着てもこなれた感じになるトップスです。レイヤードもできるのでめちゃくちゃ便利で、1枚で着てこうやってウエストをマークするのも可愛いし、メインデリの淡い色のトップスと重ねても可愛いし、ブラックアップのこういう黒いトップスと重ねても可愛いです。フレアアップのスカートなんですけど、これもまた腰回りもともとレイヤードされてるタイプで、ちょっと下げて履くのもめっちゃ可愛いです。こういうロングスカートも
上ピターにした時に下に履くのにバランスが良くてすごい使いやすいです。裾がフレアになってるタイプのズボンと、この古着なんですけどワンピースをまたさっきみたいに腰のところで折って腰回りをカバーしてバランスよく着られるのでおすすめです。最近このヒエタのバッグがすごいお気に入りでキティちゃんつけてカスタムしてるんですけど、ここにねちょっと毛がついててふわふわしてるのも可愛いし、めっちゃ横長でペットボトルも入るサイズになってます。なんかねここにスナップがついててこの取っ手の長さを調節できるみたいな感じなんだけど、私はあんまり使ってないかも。クリップは最近このヘイプのクリップがめっちゃお気に入りで、ピアスみたいにシルバーのチャームがいっぱいついてて、こういうモードな感じのヘアクリップって珍しいから即買いしました。結構髪の量もたくさん留めてくれて、こんな感じで適当にピャって留めてもポイントになります。このハンチングは ZOZO で買ったんですけど、髪の毛何もしてない時にビャってかぶって、ちょっと近所に行く時とかスーパーの買い出しとかの時にかぶってます。このメガネはねラグアージムで購入したんですけど、レンズが茶色なので余白を埋めてくれるのと、ここにシルバーのスタッツ風のものがついてるのが可愛いです。この鼻のノーズカフはバレンタインっていうブランドのもので、こう1個つけるだけで雰囲気がちょっとピリッとするので、雰囲気変えたいなっていう方におすすめのアイテム。あとはこれがジュスティーヌ・クランケっていうブランドで、これは自分で作りました。めっちゃよく聞いていただくこのさっきからつけてるチョーカーはマザーっていうお店で買ったジュンコ・フォー・ユートピアっていうブランドのものです。これもねさっき言ったみたいに首元がちょっと寂しい時とか視線を上に持ってくるのにすごく便利でめっちゃ可愛いのでおすすめです。これはちょっともらい物で分かんなくて、いつも中指につけてるのはモンドモンドっていうイスラエルのブランドのもので、これはトムウッドのちょっとごつめのやつ。下北にあるシアンっていう古着屋さんで買った指輪で、こっちがエルメスの結婚指輪です。あとは最初にご紹介したルルを最近はよくつけてるかな。はい、お気に入りのファッションアイテムのご紹介だったんですけど、いかがでしたでしょうか。ぴったりめだったり黒系だったりかっこいい系のファッションが好きな方のご参考になったら嬉しいです。最後まで見ていただいてありがとうございました。ご参考になったよっていう方はいいねやチャンネル登録やコメントで応援いただけると嬉しいです。 YouTube ショーツでリップコンボとかメイクの動画も上げてるので、そちらもぜひご覧ください。じゃあ皆さんまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。